西暦79年、イタリア南部の小さな都市、ポンペイは、一夜にして永遠の沈黙へと飲み込まれました。青空の下、華やかなローマ文化が花開いたこの街は、突如吹き上がったベスビオ火山の猛威によって、灰と炎に覆われたのです。逃げ惑う人々、崩れゆく建物、空を覆う黒煙、まるで地獄絵図そのものの光景が広がっていました。ですが、この悲劇は、ただの終わりではありませんでした。2000年の時を超え、灰の下から蘇ったポンペイは、私たちに当時のままの生活と死の瞬間を静かに語りかけてくれます。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、映画の街ポンペイ、火山の麓に築かれた楽園。かつてイタリア南部、ナポリ湾を望む温暖な土地にポンペイという都市が存在していた。地中海交易の要衝に位置し、背後には豊かな土壌をもたらすベスビオ山を抱え、都市は着実にその富と栄華を築いていった。町の始まりは紀元前7世紀頃、古代オスク人の手による小さな集落であったが、やがてギリシャ人、エトルリア人、サムニウム人、そして最終的にはローマ人の支配を受け、その度に文化と技術を取り入れながら発展を遂げていく。とりわけローマ帝国の支配下に入ってからのポンペイは著しい繁栄を見せた。石畳の道が街を縦横に走り、下水道や給水システムが整備され、街の中心には壮麗なフォルムが広がっていた。そこには行政庁舎や神殿、市場が立ち並び、市民たちは日々の生活を楽しんでいたのである。劇場では主役劇が上演され、闘技場では剣闘士の試合が行われ、浴場では熱気と笑いが満ちていた。ポンペイは娯楽、政治、宗教、商業が混然一体となったローマ都市の縮図とも言える存在だった。街を歩けば、当時の空気が今なお感じられるような痕跡がそこかしこに残っている。壁には落書きや広告がびっしりと書かれ、人々のつぶやきや恋のメッセージが時を超えて残っている。パン屋では炭化したパンがそのまま残され、食卓には果物や魚の痕跡までが発見されている。これらはすべて、突然の破滅が全てを止めてしまったからこそ、現代に残されたのである。富裕層の邸宅は、驚くほど精巧で、美しいフレスコ画やモザイク画が壁や床を飾っていた。庭園には水が流れ、彫像が並び、音楽が聞こえてきそうなほどに、優雅な空間が広がっていた。一方で、庶民の住まいは質素であったが、活気にあふれ、人々は日々をたくましく生きていた。職人たちは工房で働き、商人たちは市場で声を張り上げ、女性たちは噂話に花を咲かせていた。ポンペイには多様な神々が祀られていた。ローマの伝統的な神々はもちろん、ギリシャ起源の神々や東方からもたらされた異国の信仰も受け入れられていた。神殿は市民の心の拠り所であり、祝祭の時には街全体が熱気に包まれた。ワインや食事が振る舞われ、人々は踊り、歌い、神に祈りを捧げた。そこには宗教と娯楽が一体となった古代都市特有の躍動感があった。だが、そのような賑わいの裏に誰も気づかなかった静かな危機が潜んでいた。ベスビオ山は、その時点では眠った山として認識されており、災害の危険性などほとんど意識されていなかった。人々は山のふもとで豊かな作物を育て、火山がもたらす恵みに感謝してすらいたのである。皮肉にも、その肥沃な大地こそが火山活動の賜物だったのだ。この地に暮らす者たちは、自らが火山の懐に住んでいることすら忘れていた。都市は日々の営みに満ち、誰もが明日も同じように朝を迎えると信じて疑わなかった。しかし運命のその日は、すでにすぐそこに迫っていた。人々の笑顔と喧騒の中に、終わりの気配はまだ、微塵も感じられなかったのである。第2章、静かなる前兆、誰も気づかなかった異変。ベスビオ山の頂に、うっすらと煙が立ち上っていた。だが、その光景は当時のポンペイ市民にとって、さほど珍しいものではなかった。火山という概念自体が、まだ一般的ではなく、大地の動きや地中からの熱気は神々の力の表れとして捉えられていたからである。人々は
山の鼓動をただの自然現象か、あるいは神々からの祝福と信じていた。ポンペイを襲った最初の異変は、実は数日前から始まっていた。小さな地震が何度か街を揺らし、街の一部では建物の壁に細かい亀裂が入っていた。だが、これに驚く市民は少なかった。なぜなら、この地方では地震は日常茶飯事であり、数年も前に起きた大地震で街はすでに一度大きな被害を受けていたため、小さな揺れには慣れていたのである。その地震の記憶、紀元62年の大地震はまだ市民の中に残っていた。あの時も多くの建物が倒壊し、修復作業は未だに続いていたほどだ。つまり、街の一角に足場が組まれ、職人たちが修復作業に追われていた光景は、異変というよりは日常の一部となっていたのである。だからこそ、人々はそれ以上の警戒を抱くことはなかった。動物たちは誰よりも早く異常に気づいていた。馬や犬、鶏たちが急に騒ぎ始めたり、普段とは異なる方向へ走って逃げたりする姿が見られたが、これすらも人々は深くは受け取らなかった。むしろ、迷信深い人々の中には、不吉な兆候だと口にする者もいたが、それは町の喧騒にかき消されてしまった。さらに、井戸の水位が不自然に下がったり、泉の水が突然濁ったりする現象も起きていた。地中の圧力が変化し、火山活動が高まっていた証拠であったが、当時の科学では、それを災害の前兆と結びつける知識は存在しなかった。むしろ、人々は水の神が起こっているといった宗教的解釈に頼るしかなかったのである。その頃、空の様子も少しずつ変わり始めていた。空気がわずかに重く感じられ、どこか焦げたような匂いが風に混じっていた。太陽が薄く霞み、日中にもかかわらず、光がやや鈍くなる日が続いたが、それもまた、多くの市民にとっては、気候の変わり目程度にしか感じられなかった。一部の知識人や旅行者の中には、地震や煙の様子から不穏な予感を抱いていた者もいた。例えば、博学で知られるプリニウス一世は、ミセヌムという地からベスビオの異変を観察していた。そして彼の甥、若きプリニウス二世が、後に残した書簡には、前兆とその後の混乱が詳細に記されている。だが、この時点でポンペイに残された市民の多くは、日常に埋もれ、差し迫った危機には気づけなかった。その年の8月、町は豊穣の季節を迎えていた。商人たちは収穫物を積んだ荷車で市場を賑わせ、浴場では日々の汗を流す人々の声が響き、神殿では秋の祭りの準備が進められていた。誰もが新しい季節と明日の暮らしを夢見ていた。娯楽にあふれ、贅沢を愛するポンペイの住民たちは、ほんのわずかな異変に気を止める余裕すら持たなかったのである。その夜、星空の下で、人々は安らかな眠りについた。だが、地下深くではマグマがうねり、岩盤を押し上げる力が限界に近づいていた。大地の内部は怒りを蓄え、その爆発の瞬間を今か今かと待ち構えていた。都市の静けさとは裏腹に、地球は確かに息を荒げ始めていたのだった。こうして、静かなる前兆は確かに存在していた。しかしそれはあまりに静かで、あまりに小さく、あまりに当たり前のように見えた。人々はそれを見落とし、また、見ようとしなかったのかもしれない。そして次の日、ポンペイは永遠の時の中に封じ込められることになる。第3章。地獄の一日、ベスビオ火山の噴火と阿鼻教官。西暦79年8月24日、ポンペイの空は静かに朝を迎えた。人々はいつもと変わらぬ一日の始まりに身を任せ、商人たちは市場の準備を始め、職人たちは工房の扉を開けていた。浴場の湯はすでに温められ、富裕層の屋敷では召使いたちが朝食の用意に追われていた。だが、太陽が南中を過ぎた頃、それは突如として始まった。昼過ぎ、午後1時頃、ベスビオ山の山頂から、轟音とともに巨大な噴煙が立ち上った。それは瞬く間に空を覆い、黒い雲が太陽を隠し、昼であるにもかかわらず街は薄暗くなった。最初は遠くの山で起こった異変として、多くの市民はただ不安げに空を見上げていた。しかしすぐに、空から灰が舞い落ち始め、それが細かい砂や軽石に変わると、
人々の顔には明確な恐怖が浮かび始めた。ベスビオの噴火は単なる爆発ではなかった。火山は膨大な量の軽石と火山灰を大気中に放出し、地上には熱風とともにそれが降り注いだ。建物の屋根はみるみるうちにその重みに耐えかねて崩れ落ち、街中は激しい揺れと轟音に包まれた。人々は逃げ惑い、愛する者の名を叫びながら通りを駆け回った。一部の市民は港へと殺到した。船でナポリ湾を越えて避難しようとしたのである。しかし、海はすでに異変を察知していた。潮が引き、湾内には不気味な静寂が漂い始めていた。一見穏やかなその水面は、やがて津波という形で牙を剥くのだが、この段階でそれに気づいた者はいなかった。逃げ道を求めて南へ向かった者もいたが、道路はすでに火山灰と岩石で覆われ始めていた。馬車は進めず、足で歩くにも視界はほとんど遮られ、人々は手探りで前へ進むしかなかった。灰を焼くような硫黄の匂いと熱風が街を包み、人々は口元を布で覆いながら呼吸を繰り返した。だが、その空気すらも彼らの命を削る毒でしかなかった。夕暮れ時には、噴煙の柱は20キロ以上の高さに達し、ポンペイ上空は完全な暗黒に包まれた。落雷のような閃光が雲の中で走り、地響きとともに火山弾が降り注ぐ。崩れた屋根の下敷きとなるもの、火砕流の熱に焼かれるもの、あるいは行き場を失って祈りを捧げながら最後を迎えるもの、街は、もはや、聖者のものではなくなっていた。日が暮れる頃、ベスリオは第2波の猛威を見せた。火砕流と呼ばれる、超高温のガスと火山灰が混じり合った爆風が山の斜面を猛スピードで駆け下りた。それは、時速数百キロという勢いで逃げる余地すら与えず、建物も人も全てを飲み込んでいった。ポンペイの街全体がわずか数分のうちに灰色の死に包まれたのである。この時、街に残っていた市民の多くは屋内に避難していた。だが、それがあだとなった。家屋は倒壊し、逃げ道を失った者たちは密閉された空間で熱風に焼かれ、あるいは一瞬で命を奪われた。後に発掘された人骨の中には、家族が肩を寄せ合ったままの姿、幼子を守るように抱いた母親の姿もあった。死の直前の姿が、そのまま残された。それがポンペイという都市の悲劇である。一方で、山の向こう側に位置したスタビアンやヘルクラネウムなどの町も、同様の被害を受けていた。特にヘルクラネウムでは、港の倉庫に避難していた100人以上の遺体が一斉に発見されており、火砕流の熱が一瞬にして人間の肉体を炭化させたことが分かっている。その高温は500度以上に達し、皮膚も骨も変形する前に命を奪うほどだった。夜が明ける頃には、ポンペイという名の都市は、もはや地図上からその姿を消していた。厚さ数メートルに及ぶ火山灰の層が街全体を覆い、その上には新たな大地が形作られていた。風も止み、鳥の声も聞こえず、ただ静寂だけがそこに横たわっていた。そこにいた誰一人として、この終わりを語る者はいなかった。こうしてポンペイは、わずか1日で永遠の沈黙へと落ちた。その日、その瞬間、街は生きていた。そして次の瞬間には、全てが止まり、封じ込められた。人間の営みの儚さ、自然の圧倒的な力、それらがこの1日に凝縮されている。灰の下に眠る彼らの声は、決して叫ぶことはないが、確かに今も、我々の心に語りかけている。第4章。灰に閉ざされた記憶、火山灰にうずもれたままの街と人々。ベスビオ山の噴火から一夜が明けた時、ポンペイは、その街を完全に大地の下へと隠していた。空を覆っていた噴煙は徐々に消え、やがて、山間の静寂が戻ってくる。しかし、その静けさは、生あるものが消え去ったことによって、訪れたものであった。街を覆い尽くした灰は、最も深いところで6メートルを超え、家屋も人々も、あらゆるものを、一切合切飲み込んでいた。誰もがこの都市が存在したことすら忘れていった。ポンペイの街は、まるで時が止まったかのように封印された。その理由こそが、火山灰という自然のカーテンである。高温の火砕流に続き、長時間にわたって降り積もった火山灰は、すべての物体を包み込み、
腐敗を防ぐ形で保存する働きを果たした。まるで白亜に包まれた彫刻のように、当時の人々の生活と死の瞬間が閉じ込められたのだ。最も衝撃的であったのは、人々の最後の姿であった。彼らの体は時間とともに崩れたが、その空洞を石膏で満たすことで、その時の姿を立体的に再現することができた。母が子を抱き寄せたままの姿、祈りを捧げるように膝をついた男の姿、逃げようと扉に手をかけた瞬間の女性の姿、それらは彫刻ではなく、歴史の中で一瞬にして絶命した実在の人間である。火山灰が、その表情までも生々しく保存していたのだ。街のあちこちでは、炭化した木製の家具、焦げ跡が残る調理器具、そして食卓に並べられたままのパンや果物までもが見つかっている。市民たちは日常の中で死を迎えた。その日が終わりの日になることを誰も知らずに暮らしていた証が、こうして灰の中から現れたのである。パン屋ではオーブンの中に黒く焼け焦げたパンがそのまま残され、居酒屋では半ば飲みかけの酒瓶が机の上に転がっていた。とある大邸宅では未完成の壁画が途中まで描かれたまま止まっていた。絵師が筆を置いた瞬間、そのまま時が止まったのである。別の家では金細工の装飾品や貨幣が部屋の隅に集められていた。持ち出そうとして間に合わなかったのか、あるいは盗賊が隠したのか。真実は灰の中に眠っている。だがその一つ一つに生きていた人間の手があったことは確かである。また、動物たちも同様に姿を残していた。首に鎖をつけたま倒れていた犬の石膏像は多くの人々に衝撃を与えた。縄に繋がれたまま逃げることもできず、火砕流に巻き込まれたのであろう。その背中は苦しみによじれ、顔は空に向かって叫ぶように反り返っていた。人も獣も、この破滅から逃れる術を持たなかった。とりわけ印象的なのは、劇場や浴場、神殿といった公共の場所に残された人々の姿である。大劇場の裏手では、逃げ遅れた音楽家とおぼしき人骨が発見されている。彼のそばには、金属製の楽器が転がっていた。浴場の脱衣所では、衣服を抱えたまま、倒れた若者の姿があった。神殿の隅では、祭壇に手を伸ばした神官らしき人物の像が火山灰によってその一瞬を永遠に焼き付けられていた。ポンペイは単なる遺跡ではない。そこには瞬間が閉じ込められている。死に際の慟哭、闘争の決意、絶望と希望の狭間、それらの感情が灰の中に息づいている。まるで誰かがシャッターを切ったかのように、ポンペイはあの日のままを後世に残したのである。この封印が破られるのは、それから1700年以上も後のことである。その間、ポンペイの存在は歴史の片隅に忘れ去られ、ただ伝説として語られるだけであった。だが、火山灰がもたらした保存という奇跡によって、ポンペイは再び語り始めることになる。第5章、永遠に語り継がれる街、発掘がもたらした歴史の証言。ポンペイの存在は長い時の流れの中で忘れ去られていた。噴火から1700年以上、灰に覆われたその町は地中に沈み、人々の記憶の中からも徐々に消え去っていった。しかし18世紀半ば、その沈黙が破られる時が訪れる。ナポリオン・カルロス3世の命により、ベスビオ山麓での工事中に偶然発見されたのが、ポンペイの隣町であるヘルクラネームの遺構であった。これが、ポンペイ再発見への第一歩となった。やがて1763年、発掘作業の中でポンペイという文字が刻まれた石碑が見つかり、そこがかつてのローマ都市ポンペイであったことが明らかになる。こうして世界中の学者や好奇心に満ちた探検家たちがこの地に集まり、地中に眠る古代都市の真実が次第に姿を現していったのである。発掘の初期段階では、主に美術品や財宝の収集が目的とされていた。フレスコ画、彫像、モザイクといったローマ文化の域を凝らした芸術作品が次々に掘り出され、王侯貴族たちのコレクションとしてナポリの博物館に収められていった。その中には、現在でも世界的に有名なヒギソウの壁画や、恋人たちの情熱を描いたローマ時代のエロティックアートなども含まれている。だが、時代が進むにつれて、ポンペイの価値は芸術品以上のものとして認識されるようになる。
19世紀以降の発掘は、より学術的な視点に基づいて進められ、街並みの構造や人々の生活の痕跡が次々と明らかになっていった。石畳の道、下水道、居酒屋、パン屋、浴場、劇場、そして、あまたの住宅。これらが驚くほど精地に残されていたのだ。とりわけ注目されたのが、石膏による人体の復元であった。1863年、ジュゼッペ・フィオレッティという考古学者が火山灰の中に空洞として残っていた人間の形に石膏を流し込む手法を考案したことで、噴火当時の姿が立体として蘇ることになった。その結果、死の直前に何をしていたのか、どのような姿勢で命を落としたのかが鮮明に浮かび上がり、人々に大きな衝撃を与えた。考古学の視点から見れば、ポンペイはまさに時間を閉じ込めた都市である。通常の遺跡では建物の一部や器物しか残らないのが常であるが、ポンペイでは都市全体の構造とそこに暮らした人々の営みがほぼ完全な形で現代に伝えられている。しかも、それは一瞬にして止められた生きた都市であった。ポンペイの家々には食べかけのパンがあり、使いかけの道具があり、子供の遊んだ痕跡さえ残されていた。こうした発見の数々は単なる歴史資料としての価値を超え、人間そのものへの深い問いを我々に投げかけている。彼らは何を愛し、何を信じ、どのように死を迎えたのか。そして、それは現代を生きる私たちとどれほど違っているのか。ポンペイは過去と現在をつなぐ鏡として静かに語りかけてくる。また、ポンペイの発掘は観光、文化、教育の面でも巨大な影響を与えてきた。現在、年間250万人以上の観光客がポンペイを訪れ、石畳を歩きながら2000年前の世界に思いを馳せている。修学旅行や大学のフィールドワークでも頻繁に取り上げられ、教育現場においても生きた歴史としての価値を発揮している。しかし、その一方でポンペイは脆くもある。風雨による劣化、観光による摩耗、さらに不十分な保護体制などによって貴重な遺構が失われつつあるのも事実だ。そのため、国際的な保護活動が進められ、デジタル技術を用いた 3D 保存や VR による再現プロジェクトも展開されている。かつて火山灰に守られた都市は、今度は人類の知恵によって未来へと保存されようとしているのである。ポンペイの物語は、悲劇であると同時に奇跡である。自然の猛威によって失われた命と街が、数千年の時を経て、現代に息を吹き返すというこの現象は、他に類を見ない。そして、その一瞬の悲劇の記録は、現代人に忘れてはならないものを伝えている。それは、人間の脆さと、文明の儚さ、そして同時に、記録し、伝えることの尊さである。ポンペイが今なお語りかけてくるのは、歴史とは、遠い過去の物語ではなく、今を生きる私たち自身の物語であるという、静かだが力強いメッセージなのだ。今回の動画は以上となります。ポンペイは、ただの古代遺跡ではありません。一夜で消えた都市が、2000年の時を超えて、私たちに語りかけてくる、奇跡と教訓の象徴です。人間の営みの尊さ、そして自然の力の前での儚さが灰の中から静かに浮かび上がってきます。歴史を知ることは今を生きる力にもつながります。内容についてご意見があればコメント欄にぜひお願いします。また、高評価やチャンネル登録いただくことが大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。